鏡を見て老けて見えるんですよね。自分ですごく。でも手術はしないでください。体に負担がなくて、まず安全な方法を取りましょう。私自身もですね、目の下のたるみに悩んだですけども、ここまで今改善しています。もうほとんど全く目の下のたるみがないです。ここまで頑張ればできます。やり方に次第なんですね。こんにちは、おかんママこと加藤ひとみです。今日はですね、目の下のたるみの改善方法についてお伝えしたいと思います。私自身がですね、30代後半に目の下のたるみにすごく悩みまして、本当にもう手術するしかないと思ったんですね。でもですね、自分で改善することができましたので、目の下のたるみについては私は得意分野なんです。今ですね、目の下のたるみ何をやっても改善しない、ものすごく老けて見えるので、それが不安で仕方がない、どうしたらいいのかって悩んでらっしゃる方は、ぜひしっかり最後まで見てくださいね。目の下のたるみはですね、本当にある日突然気づくんです。私自身がそうでした。お風呂上がりにですね、鏡を見て、この目の下にあるこの膨らみは何だろう、疲れてるからかなと思ったんですけれども、それがだんだんと大きくなってきて、しかもちょっと膨らみが下がってくるんですね。このブヨブヨした感じで、これがすごくもう鏡を見て老けて見えるんですよね。自分ですごくそれで悩みました。一般的にはですね、目の下のたるみはもうこの脂肪が出てきてるので、この脂肪をそのものを切って捉えないと改善しないってよく言われているし、実際そうだと思っている方も多いと思うんですけれども、でも手術はしないでください。手術のした直後、この脂肪を取った直後は確かにここが平らになったように、なりますので、その時はすっきり改善したなと思うかもしれませんけれども、数年経つとここがくぼんでくることがとても多いんです。そしてここに脂肪がもともとあったものがなくなるので、小じわができたりとか、常に血行不良を起こして青いクマができるようになったりとか、そういうことも結構あるんですね。やっぱりですね、まず本当に今目の下に悩んでる方、もう本当に深刻に悩んでらっしゃると思うんですけど、まずは手術をせずに自分でできることをやってみましょう。体に負担がなくて、まず安全な方法を取りましょう。で、私自身もこの今目の下のたるみですね、ここですね、この部分ですね、もともともっとぷくっと膨れてたんですね。私自身もですね、目の下のたるみに悩んだですけども、ここまで今改善しています。もうほとんど全く目の下のたるみがないです。ここまで頑張ればできます。やり方に次第なんですね。これからしっかりその方法を説明したいと思います。2つあります。目の下のたるみのアプローチは2つあります。1つ2つと順を追ってやっていきますね。以前ですね、目の下のたるみの改善法っていう動画を出してるんです、一度で。それが今たくさん再生していただいてるんですけれども、その時よりもさらに実際自分も一緒に音楽に合わせて目の下にアプローチする、その運動トレーニングがありますので、一緒に曲に合わせてやっていきましょう。今回はさらにしっかりとお伝えしていきたいと思います。頑張ってください。はい、ではですね、以前もお伝えしてるんですけども、もう一回、なぜ目の下に膨らみができるのか、どうしてここがたるんでくるのか、それについてお伝えしたいと思います。まずその原因なんですね。この膨らみっていうのはね、普通にこの辺にあるこの皮下脂肪とは全く違うものです。この正体はですね、実は目の奥から出てきているものなんですね。脂肪なんですね。これちょっと横から見たところなんです。これがこの目の下ですね。わかりますかね。これ眼球として、これがその皮膚ですね。この下、これ横から見てる状況なんですけれども、こっちを人が見る方向ですね。で、これ眼球で、これが骨、ここにあるんですね。この眼球の入る空間を眼窩と言います。そこのこの、眼球が入ってるのが頭蓋骨、想像していただいたら分かると思うんですけども、眼球の入る穴、そこにですね、眼球そのものがポコッとスッと入ってるわけではなくて、眼球って非常に大事なものなので、それを保護する脂肪がこのスペースに埋め尽くされてるわけですね。お座布団のように眼球の下とか上とかに入ってるわけなんですね。年齢とともにですね、この眼球がですね、下に下がってくるんですね。いろんな事情があって下がってくるんですけども、眼球をしっかりと定位置にね置いてるような人体ですね、支えてるものがだんだんと緩んでくるとか、いろいろな原因があって眼球が落ちてきます。
するとここにあった眼球の座布団になっている脂肪がこの圧力でこう前に出てくる。この脂肪というのはですね、目の奥から出てきているものなんです。そしてですね、これ見ていただいたら分かりますかね。これが眼球が下がった。そしてその圧力でこう出てきたところですね。これ外側の肌色の部分が皮膚、この赤い部分が筋肉だと思ってくださいね。目の周りに筋肉もあるんでね、このような状態になってくるんです。これが結局この膨らみとして現れてくるわけなんですね。で、先ほどね、私が手術をしない方がいいと言いましたのは理由がありまして、この眼球そのものを支えて保護しているこの脂肪というのはもう取ってしまったら減ってくる一方ですよね。もちろん補われませんのでね。そうするとですね、例えば手術でこのまつげの生え毛を切ってこの脂肪を取り出したとします。ある程度。そうすると上まぶたがくぼんでくる可能性があるんです。もちろんこの目の下もここがへこみやすくなるんですけども、ここもくぼみ奥目っぽくなる。年齢重ねた方のまぶたってね、ちょっとこう脂肪が減ってるんでぐっとこう織り込まれてるようなそういう印象ないですかね。そのような形になる可能性があるわけなんですね。具体的にやってみましょう。じゃあですね、鏡を準備してください。鏡、そしてぐっと押し込んでみましょう。そして上まぶたをチェックしてみてください。上まぶたがね、膨らむの分かります？押し込んだ時に押すとね、上まぶたが膨らむでしょ。これはですね、この中の脂肪が上に回ったわけなんですね。この脂肪そのものを取ってしまった人として手術でも中にはある程度脂肪が残っているので、その時は確かにすっきりしてもまた出てくる可能性がもちろんあります。それもあるんですけども、ここがくぼみやすくなるんですね、上まぶたが。でやっぱり目の周りっていうのはある程度こうふっくらとしてる方が若々しいんです。なのでね、逆に老けて見えるようになったりとかする可能性があるんですね。じゃあどうしたらいいのか。目の下のたるみを改善するの、手術もダメなんだったらどうやったら改善できるのかっていうことなんですけども、今指で押さえましたよね。こうやって押さえると中に入ります。この状態を自力で作ればいいわけなんです。今こうやって押さえますよね。そしたら中に引っ込みますよね。今これを指でブッと押さえるとこのような感じになるわけですね。こう今グッと押すから、この状態を作ればいいわけなんですよ。で、じゃあどうするのって指を外したらまたポコッと出てきますよね。だからですね、ここにある筋肉がちゃんとあるんです。目の眼輪筋っていう筋肉ね。この筋肉をしっかり鍛えることによってダムの役目を果たすわけですよ。ぐっとその筋肉でその脂肪を中に押し戻すということは、眼輪筋っていう目の周りを取り囲んでいる筋肉、特にこの下部分を徹底的に鍛えないといけないということなんですね。そのトレーニングが顔ダンスの中にあるんです。ですのでね、例えばほうれい線に悩んでいる方が顔ダンスをしてほうれい線が改善された、そういう方でも同時に目の下のたるみを改善できる。顔ダンス自体には様々なトレーニングがあるんですけども、全体をやってるうちに顔全体が引き上がる、ほうれい線も改善する、プラス目の下のたるみを改善するということがとても多いんですね。顔ダンス全般は必ず全部やっていただきたいんですけども、今日は特に目の下のたるみの改善にとってもいい方法2つお伝えしたいと思います。先ほど眼輪筋、目の周りを取り囲んでいる筋肉の話しましたね。じゃあどこの筋肉を鍛えるのかということなんですけども、これ人の顔で、こっちは表面から見ている状態ですね。これが表情筋です。これ左右対称にちゃんとあるんですけどもね、今半分だけ表情筋が出てます。でここの目の周りを取り囲んでいる筋肉、これを眼輪筋と言いまして、ここですね。こうやって今押していただいたこの皮膚の下にもこの眼輪筋がちゃんとあるんですね。でこの筋肉が加齢とともに緩んでくるんですね。目の中の眼下の中の眼球がこう降りてきて脂肪が出てくるという理由ももちろんあるんです。目の下のたるみの原因でも、この眼輪筋自体がしっかりと張りがあればそれに負けないんですよ。ボコッと出てくることはないんですけども、やはりここの目の周りを取り囲んでいるこの筋肉、この眼輪筋、特にこの下部分は本当に衰えやすいんですね。なので余計にこうポコポコ出てくるわけなんです。でこれをですね、目の下のたるみを放っておくとその膨らみは大きくなります。今現在も気になってらっしゃってても、それがさらに大きくなってまたその重みで下がってくる可能性が十分あるので、早めにここを徹底的に鍛えていきましょう。じゃあ次からはその方法をお伝えしますね。はい、ここに意識を集中します。
そのためにね、軽く舌を噛みます。歯と歯の間に軽く、舌をたくさん出さなくてもいいです。軽く舌先を軽く噛んでください。そしてその状態で下まぶたを上に上げます。ちょっと眩しい目をする時のような感じで上げてみてください。こんな感じで。はい、今どうですか？できてますか？上げる、上げる、下ろす、上げる、下ろす。で、この時の注意点は、ほっぺたの筋肉を使ってあげないでくださいね。例えばこういう、これはほっぺたの筋肉を使ってるんですね。そうではなくて、この下まぶたのまつげの生え際、そこの部分に意識を集中してください。そして1ミリでもいいので、大きく動かさなくていいので、1ミリでもいいので、ちょっと上にこう、そこがピクピクっと動くような感覚を覚えてください。はい、やってみましょう。軽く下を噛んでゆっくりいきますよ。上げて、下ろす、上げて、下ろす。で、この時はできるだけですね、上まぶたが落ちない方がいいです。上まぶたがこう降りてしまうと、下まぶたがね、上がりにくくなるので、できるだけ一定に保つ。上まぶたは上げて、下ろす。最初は少し難しいと思うんですけどもね、できるだけ上まぶたを上げないように最初から癖付けしておいた方がいいです。上げて、下ろす。はい、今やってみました。今ちょっと難しかったですかね。もし難しい方はですね、天井を見て、例えばこう太陽があるとイメージしてください。実際太陽とか見ないでくださいね。ライトもあんまり見ない方がいいですね、直接。ただそのライトの横あたり、天井の正面の横あたりを見て、そこに太陽がある、そしてそれが眩しいんだっていうような目してみてください。眩しい目を一瞬してみてください。眩しい、眩しい、眩しい。この感じは分かりますよね。眩しい目、はい、その眩しい目を繰り返しやってみましょう。眩しい、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 眩しい。ちょっとこう細める感じで眩しい。そうして下まぶたが動く感覚をつかんでみましょう。眩しい、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 眩しい。ちょっとこう上を向いて眩しい目をすると下まぶたが動くんですよ。微妙に動くんですね。この感覚をまずしっかり身につけましょう。眩しい。で、この感覚が分かったら、だんだんと正面を向いてその動きをやってみてください。上げて、下ろす、上げて、下ろす。ここの部分ですよ。集中するとこはほっぺではなくて、このできるだけこの下まぶたのまつげの生え際あたりの皮膚をこう上げるつもりで、実際は眼輪筋が動いています。はい、今目の下のたるみの引き上げやってみましたね。で、最初は難しい方がほとんどです。できない、どうしようって思わないでくださいね。必ずやってるうちに必ずできるようになります。もう本当にね、目の下に意識を集中するだけでも最初はいいです。動かなくてもここを動かすんだっていうね、その気持ちがあれば必ず動くようになるんです。で、今からね、曲に合わせてやってみましょう。4分ちょっとありますけれども、その間動かなくても諦めないでくださいね。上げて下ろすっていう風に、私号令かけたりします。指でこうね上げてこう動かしたりとかしますけど、指でね、動かなくても気持ちは上がったつもりでなってください。そうすると、できないながらも頑張っていると2週間ぐらいすると、1週間ぐらいかな、なんか目の下筋肉動く感じが分かってきたっていう風に実はなってくるんです。本当不思議なんですけどもね。そうするとあとはすごく楽になりますから、最初からつまずいたりね、こう諦めたりしないでくださいね。はい、それでは曲に合わせてやってみましょう。はい、最初は笑顔から入りましょう。口角しっかり上げて、目をパッチリ開いて、まずはいい笑顔を作ってからトレーニングに入りますね。はい、では軽く舌を噛んで、舌先でいいですよ。軽く舌を噛んで
顔の下半分に力を抜くために下を噛みます。そして目の下の筋肉に集中していきますよ。下を噛んで準備。はい、上げますよ。下まぶたを上げる、上げる、指で示しますね。示しますね。上がらないながらも上げようと努力してみてください。できるだけ上まぶたは下ろさないように下まぶただけを動かしますよ。頑張って目の下のたるみを改善しましょう。はい、頑張って。上げて、下ろす。上げて、下ろす。上げて。繰り返します。同じ動きを繰り返しますよ。はい、繰り返します。上げて、上げて、上げて、下ろす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 。できる方はちょっと早めにやってみましょう。上げて下ろす。難しい方はさっきの速さでいいですよ。上げて下ろす、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 上げて下ろす。難しい方はゆっくりしてるんで、上げて下ろす、上げて。これでいいですよ。初心者さんはこれぐらいでもいいですよ。できる方は倍速でやってみましょう。1、2、1、2、ゆっくりいきましょう。上げて、はい、お疲れ様でした。今ここの部分、これ目の下のたるみが出てきているところですね。これが赤い部分が眼輪筋だと思ってくださいね。この眼輪筋部分を徹底的に今鍛えたと思ってくださいね。実際にはですね、ここからは頬の筋肉とかになるんですけども、あえてこう全部つながったように見せてますけど、眼輪筋はだいたいこの辺りぐらいまでは眼輪筋なんですね。目の周りを取り囲んでる筋肉なわけですね。でこれを今鍛えたわけですよ。しっかり上げたり下ろしたりしましたね。そうするとだんだんとですね、この筋肉に張りが出て、これの脂肪をぐっと中に入れ込んでいく形になって、できればここまでを目指しましょう。こうピーンとね、丈夫な筋肉でこの元に戻ると、ここが平らになるように頑張ってみましょう。今続けて今日やったからそれがもうすぐ引っ込むということはないです。目の下のたるみに関してはちょっと時間かかりますね。顔ダンスではね、顔の外側から効果が出てきます。このアウトラインからね。で目の下のたるみは一番最後だと思ってください。最後って思うかもしれませんけれども、今の引き上げですね、目の下をこう引き上げるこのトレーニングをですねやっていると、まず
それ始めた日から悪化するのを防ぎます。しっかりと防いでくれます。少なくとも現状維持になるわけなんですね。放っておくと、何もしないとこの部分はですね、どんどん膨らみがこう出てきて、ここが弱くなってるんでね、どんどんこんな感じで脂肪が出てきて、これがこう膨らんで、最後はこんな感じでもっともっと下に降りてくるわけなんですね。膨らみが大きくなって下に下がっていく。それを今やり始めたこの時点で、今の現状維持に食い止められたということだけでもすごいと思いませんか？いやいや、そんなんじゃ満足できないって思いますよね。なので継続なんです。継続しているうちにここが強くなって、この脂肪がぐっと中に入る、この状態を目指していきましょう。今しっかりと曲に合わせてやってみましたね。これをぜひご自宅でもやってみてください。今で4分ありました。できたらこの動画を見ながら、これからもちょっとやってみてくださいね。必ず目の下に変化が現れます。そして今目の下引き上げましたけど、ポイントはもう一つあります。それをこれからお伝えしていきます。これが目の下のたるみの例ですね。これが目、はい、ここにこのように膨らみができてきてますね。この方はもともと涙袋っていうのが生まれつきあるわけなんですね。この部分ですね。その下がこのように、さらにこの眼下脂肪が出てきて、ちょっと余計にボヨボヨっとなった感じですよね。こうなってしまうと、何がこう老けて見せるかというとですね、この部分の影なんですね。ここにこう影ができることで、余計にこの辺ですね、こういうのができるので、余計にこう老け感が出てくる、目の下が暗い感じになってくるんですね。この影が問題なんですね。で、先ほども言いましたように、目の下のたるみは眼輪筋の衰えが原因って言いましたけども、それだけではなくて、このほっぺたの筋肉全体的に衰えて下がってくるんですよね。そうするとですね、頬のこの脂肪も一緒にこう落ちていって、この辺がですね、組織が薄くなってくる。それで余計にこの目の下の膨らみだけが目立ってくるということなんですね。私もですね、その目の下のたるみにすごく悩んでた時はですね、ここがすごくへっこんでたんです。この目の下のたるみのこの下の部分が下がって、そしてここにボリュームが出てきて、フェイスラインも下がってるって状態だったんですね。この下がった方をもうググッと上げるわけなんですよ。こう、分かります？ちょっとこうほっぺたのこの口の横、鼻の下あたり、横あたりから指をこう上げてみてください。こう持ち上げてください。こうちょっとね、面白い顔になりますけどねこんな感じで、そうするとこの部分がね、持ち上がるの分かります？目の下のたるみの部分も一緒に頬と一緒に持ち上がりますよね。今からやることはですね、頬を徹底的に上げるんです。上げて、ここにしっかり丸い膨らみを作っていくこと。そうすると、この下のこの影部分がこの頬の脂肪と一緒に同化される、見た目が同化された感じになるんですよ。たとえちょっとぐらいここに膨らみがまだ残ってたとしても、完全に奥に引っ込まないにしても、頬が上がるだけでここが埋まるので、目の下のたるみがほぼ目立たなくなります。私はこの両方、今のトレーニングですね、目の下の引き上げと頬を上げていったことで、完全に目の下のたるみを改善することができました。で、この頬上げのトレーニングですね、これからお伝えしていくんですけども、これちょっとね、キープする時間があります。やり方としてはですね、軽く口を尖らして、こんな感じ、おの口、そしてこの上の歯茎をむき出すような感じで、この口、そして頬をグッと上げる。頬をこの黒目の真下にこう近づけるような感じでグッと上げてみてください。横から見たらこんな感じです。はい、先ほどここの目の周りの眼輪筋の下部分をグッグッグッと鍛えていきました。今やることはですね、ここにある筋肉ですね。頬にはたくさんいろいろあります。大頬骨筋、小頬骨筋とかね、いろいろあるんですね。上伸虚筋とか、いろいろ頬にはここにたくさん実はあって、この筋肉を発達させて引き上げていきます。それがこれです。この辺りが凝ってきますよね。ずっとちょっとこの動きをしてください。グッと動きというか、もうこの形ですね。横から見るとこう頬が上がるの分かりますよね。この状態からここ上がりましたね。ぐっと上がりましたね。で、このやり方が分かりにくい方はちょっと指で添えて感覚をつかんでください。ずっと指で押さえていただ意味がないですからね。途中で離してくださいね。その感覚、持ち上げた感覚を覚えたら指を離します。
ここを少し引っ込む感じですね。こう、はい、これを繰り返しているとですね、ここにほっぺたが丸くできてきます。そして先ほどのこの目の下のこのたるみの下のこの溝をですね引き上げて一緒に平らに見えるような形になるわけなんですね。眼輪筋を鍛えること、特にこの目の下のたるみができやすいここですね、ここの筋肉をしっかり直接鍛えることと、頬を引き上げてほっぺたを目の下のにしっかり丸く作ること、この2つで目の下のたるみは改善します。では先ほどの2つ目ですね、この形、このトレーニングを次の曲でやってみましょう。使う曲は2分50秒ありますので3分弱ですね。その間ひたすらこの顔をキープしましょう。もう筋肉をぐーっとこう張っていきます。で、初めてされる方はちょっとね頬だるくなりますので、その時は少し顔を緩めて休んでいただいていいですからね。でもできるだけ頑張って3分頑張ってみましょうね。癒し系の曲でやっていきましょう。はい、おの口作って上げる、頬を上げる、黒目に近づけるような感じで頬をぐーっと上げます。はい、このままキープしますよ。ちょっと長いですけど頑張りましょう。頑張ってキープしてくださいよ。疲れたら時々休んでも大丈夫です。上の歯茎をむき出すように、できるだけ口周り、顎部分は力を抜いてくださいね。ここですよ、集中するところはここの痛くなる、だるくなるですよ。だんだんとやってるとだんだんとだるくなってきます。はい、お疲れ様でした。ちょっとこの辺りがだるくなる感覚ありますか？最初はそんなだるくならないかもしれませんけども、だんだんとコツが分かってきますのでね、ぜひこれも続けてくださいね。はい、目の下のたるみの改善方法2つポイントをお伝えしました。眼輪筋、目の下のこの筋肉をね徹底的に鍛える。軽く下を噛んで引き上げていくわけですね。上げて下ろしていく。それと先ほどのこの形で、今やったこれに関しては普段例えば家事をしながらでも、今特にマスクすることが多いので、マスクの中でも実はできます。マスクしててもそんな目立たないですね。わからないと思います、人からは。この子ちょっと頑張って続けてくださいね。普段何かしながらできます。目の下の引き上げは運転中とかはしないでくださいね。ちょっとやっぱり危ないですので、この動画を見ながらとかね、こんな感じで
曲に合わせてやった方がやりやすいかなと思います。では最後にですね、もう一回目の下引き上げ一緒にやってみましょう。さっきと同じ曲、最初のね目の下のたるみ引き上げのこの眼輪筋を鍛えるトレーニングと同じ曲使いますけれども、もしかしたら最初よりも今の方ができやすくなってるかもしれないんで、一緒にちょっとまた頑張って、4分ちょっとありますけども、一緒に最後仕上げでやっていきましょう。はい、まずは笑顔から始めましょう。口角しっかり上げて、目をパッチリ開いて、まずいい顔を作ってからいきますよ。はい、顔の下半分の力を抜いて、眼輪筋、特にこの下まぶたの筋肉だけに集中していきます。はい、軽く下浮かんで、準備、上げていきますよ。上げて、下まぶたの生え際にしっかりと意識を集中して、ほっぺたの筋肉で上げないようにね。悪い例はここですよ。これほっぺた使ってますよね。ここだけです。下まぶたですよ。ほっぺたの筋肉は使わないように眼輪筋だけに集中しましょう。これで目の下のたるみが改善してきます。はい、早くいきましょう。上げて下ろす。早いのチャレンジしてみてください。上げて下ろす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 。今度ゆっくりいきますよ。上げて下ろす。上げて下ろす。早く上げて下ろす。上げて下ろす。ゆっくり上げて下ろす。確実に上げて下ろす。上げて下ろす。上げて下ろす。はい、早くいきましょう。上げて下ろす。上げて下ろす。難しい方はゆっくりでいいですからね。顔の下半分の力を抜いて、はい、お疲れ様でした。今しっかりと目の下動かしましたね。先ほどの頬上げと、はい、目の下の引き上げ、これをバッチリと毎日合わせてやってみてください。必ず目の下のたるみが目立たなくなります。完璧に綺麗に脂肪が目立たなくなるというよりもですね、目の下自身の
膨らみのこの老けた感じがなくなってくるんですね。そして私のようにもう全くぽよっとした膨らみがなくなるパターンもありますし、涙袋のように見えるパターンがあります。もともと涙袋がなくて目の下のたるみのこの目袋っていうね、目の下のたるみだけの人でも、その膨らみが頬の力によって上がることによって、もともとなかった可愛い感じの涙袋が目の下にできるパターンの方も実はいらっしゃるんですね。いずれにしても目の下のたるみがなくなって、つるんとここが平らになるパターンの人もですね、目の下のたるみが頬の力で上がって、それが涙袋っぽく見えるパターンと、その2パターンの方がいらっしゃいます。で、どちらのパターンになるかはその人それぞれなんですけども、どちらにしても目の下のたるみは目立たなく、そして改善されてきます。少し時間がかかるかもしれませんけれども、地道に下まぶたの引き上げとこの大上げ頑張ってください。お疲れ様でした。今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは私が実際に検証して若見えに効果があると確信した方法を毎週お届けしています。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。オキャンママの詳細は下の概要欄でご確認ください。それではさようなら。オキャンママでした。